皆さんこんにちは。島田マシンツールチャンネルです。今日は 2SI8 M2 の性能機能編ということで、それぞれの機能の具体的な内容を一つ一つ紐解いていく、そういった動画にしたいと思います。ではよろしくお願いします。じゃあ先生、日本のビルトイン主軸についてどうですか、これは。これはですね、まずチャックサイズは8インチ。8インチ、はい、想定。もっと大きいサイズとかはね、10インチチャックもなんとかいけます。つけられるかなっていう。素晴らしい。あと、モーターのトルクサイズ、キロワット等々。基本的には15キロワット。だから8インチの旋盤から見ればかなり大きいモーターサイズだと思うんですけど、短時間であれば18キロワットまで出せます。ああ、そうですか。はい、あと、回転数。回転数はマックスで6000回転まで。あと、他にチャックに対して特別なことってなんか。特別なことはですね、設計するときに私が要望として出したのが、修理費用が安く抑えられること。お客さんの方で例えばちょっとクラッシュさせてしまったとか、長年使っててベアリングが異音がするとか、余圧が抜けてくるとかね。そういうベアリング交換ってなった時に、この機械ではお客様の工場でスピンドルだけをもう外して、ベアリングだけをそこから抜いて、新しいベアリングをもう入れて差し込む。あ、ベアリング交換ができるということですか。そうなんです。カートリッジでアッセンブリの交換じゃないんですか。そうなんですよね。結構私もいろんなお客さんからよく聞いてたのは、ビルトイン主軸の機械って、ベアリングがいかれただけなのに、カートリッジ全部の交換になっちゃって、修理費用がもうむちゃくちゃ高いってよくある話だって聞いたもんですから、もうこの機械ではベアリングだけ抜けられる。こういうことですか。はい。チャックからエアブローしたいだとか、加工中にチャックの方からクーラント出したいだとかっていうのって対応ってできるんですか？もちろんできます。後方からクーラント出す、エアを出す、あるいはエア着座、はい、できます。そういったオプションっていうのは、例えばなしでお客さんが導入したんだけど、何年か経って全然違うワークを加工することになったからとか、高精度を保証したいということで、エア着座つけたいみたいな時に、もう簡単にホースと口金とソレノイドバルブだとか、エア着座であればそのセンサーだとか、そういうのだけ後付けすれば、即その場で対応できるように。後付けもできるんですね。できちゃいます。というふうに設計してあります。あとこれ今見てると、こっちとあっちの高さがちょっとね、違うんですけど、なんかこれは以前ちょっと動画でも説明させていただいて、よろしければそちらの動画もまた見ていただくといいんですけど、基本的には切削の安定性ってことを考えると、重心って低い方がいいんですよね。足が長い人っていうのはかっこいいかもしれないけど、ちょっと倒れやすい、安定しにくい。どうしても振動とかも起きやすくなります。だから低くするのがいいことなんですが、今度こんだけ低いと、ワークの脱着作業をやるとか、その段取り替えの時にチャックの爪を交換するとか、そういう時にはやっぱ腰をかがめての作業になってしまう。そうすると、そういった作業にちょうど心地いいのはこれぐらいの高さということで、実はこの手前側のチャックの芯っていうのは 1273 ミリなんですね、フロアから。で、この奥側っていうのは1088ミリで、おおよそ200ミリぐらいの違いがあって、どちらにも心地いいっていうのを実現させようとして、こういった設計になってます。ああ、なるほど。段取りを変える時というのは、手前のこちら側のチャックやるということで、奥側の方で加工するから段取りがしやすくなる、そういうようなことをいろいろ考えて、この高さを変えていると。そうですね。なるほど、そういうことですか。このビルトイン主軸のなせる技というか、例えばこの位置決め、位形のワークをつかむだとか、チャックの位置を決めたくなると思うんですけど。そうですよね。四角形のワークとかね、例えば六角形のワークとかね、位置を決めて、で、さらに、例えばその四角形のフラットな面のど真ん中に金水を掘らなきゃいけないとか、フライス加工しなきゃいけない。そうですよね。そういうのっていうのは、ここで位置決めして、なおかつ加工するときにしっかり位置決めがされて、加工に入っていかなきゃいけないので、ビルトイン主軸のやっぱりいいところで、自由に制御できるっていうのがありますので、加工が終わって扉が開いて、で、180度、今度このスピンドルが向こう側に行くわけですけど、この向こう側に移動していっているわずかの時間の間にもう位置決めもしてしまうんですね。ピタッと位置決めして、もうここに到着した時にはもうすでに位置決めがなされてるから、そこでもうすぐに刃物が加工に行けるという風になってます。180度の間に位置決めもしてしまうと。そうですね。コンセプトはとにかくたとえ 0.1 秒でも、例えば0.1秒ですらもう絶対無駄にしない。あー、素晴らしい。とにかく削ってる時間っていうのがもう唯一金を生み出すわけですから、削らない時間っていうのは本当に極力ゼロに近づけるっていうのがもうこの機械のもうコンセプトですね。
次、タレットについてはいお聞きしたいんですけど。このタレットは、今はここについてるのは回転工具ホルダーがつくタレットがついてます。はい、で、お客様の方では回転工具が必要ないということなら、線索だけのタレットというのも選ぶことができます。だから線索オンリーか回転工具付きか2種類から選んでもらうということになってます。で、回転工具をつける場合のこのモーターですね。のサイズは 4kW ですね。これ取り付け本数は何本ぐらいの10本取り付けできるか12本かっていうのを選べれるというようなことですね。なるほど、そういうことです。じゃあ先生、いろいろついてますけど、これ何ですか、これ。これはですね、クイックチェンジできるツールホルダーで、コロマントキャプトとか、ポリゴンテーパーシャンクとかって言われる、ちょっと小結び型みたいな、そういう接続口の形してるホルダーなんですけど。クイックチェンジ。そうそうそう。外してみてもいいですか？はいはい。あ、いいですよ。おお。そう、ちょっとこう、お結び型みたいになってますよね。だから、角度絶対変わらないんですよ。今までついてた方向にしかつかないし。ああ、本当ですね。一箇所しか使わないですね。で、寸法のその再現性が非常に高いので、機械で、まあ、刃物セットしといて、摩耗した時にはスッとこう、入れ替えできる。ああ、これは楽でいいですね。で、精度も変わらないっていう。こういうホルダーも。にも対応できます。標準のタレットのまま。はい。あと先生、このタレットから高圧クーラントを、はい、出せるようになってて、圧力で言うとですね、14メガパスカルまでに対応できます。なので、かなり高い圧力のクーラントを、例えばドリルの先端から出したりとか、切り子を飛ばしたりとか、ある程度短く切ったりとか、そういうこともできます。ああ、なるほど。そういうことですか。ありがとうございます。次は NC スライドのことについて聞きたいんですけど、ストロークだとかスペックだとかっていうのって、そうですね。NC スライドは X 軸と Z 軸だけの二軸制御という形でもお客様に提供できますし、オプションとしてこの上下に動く Y 軸も対応できます。あ、選べれるんですか？そうですね。Y 軸だけとかじゃなくて、XZ のみか、XZY の3軸制御かっていう形で、どちらでも選ぶことができます。NC スライドに使われている構造なんですけど、リニアガイドを対応してまして、リニアガイドっていうのもですね、すごく大きく分けると2種類あるんですよね。一つはボールがたくさん使われてるボールタイプね。で、もう一つはニードルっていうのかな、コロっていうか使われてるんですよね。どういう違いがあるかっていうと、ボールがたくさん使われてると、ボールっていうのはこの点でしか接触しないんですよね。コロとかっていうタイプは、こういう長細いニードルみたいなものがたくさん使われてるもんですから、これだけの線でね、接触してくれるんですよね。だから接触の面積がもう全然違うもんですから、合成としてはコロタイプのリニアガイドの方がはるかに高いんですよね。で、この機械ではコロタイプのリニアガイドっていうのを採用してますね。より高合成とそうですね。いうような。で、合成がありつつも、この機械っていうのは無駄時間を削るスピードっていうのをもう非常に重要視してますので、早送りのスピードっていうのも30メートルです。まあ、かなり早く動いてくれるような。そうですね。速さとその強さっていうのをまあ両立させるように設計しました。XY も30メートルですか？ Y はですね、21メートルなんですけど、まあ、Y は動く距離があまり多くないもんですから、X と Z は30、Y は21メートル。ストロークは先生こんな感じですか？まずね、X 軸は185ミリ。はい。それから Z 軸は250ミリっていうのと600ミリって2種類選択できるようになってます。あ、選択できるんですか？そうですね。フランジモンだとかだと短いストロークでいいですけど、まあ今ここについてるような長いシャフトタイプだったら600ミリぐらい欲しいので、はいはい。あとY 軸は50ミリのストロークがありますね。Z の方は選べれるというようなことですね。はい、あとこれ、精度を良くしようということで、スケールをつけたいだとかっていうことも対応できるんですか？できますね。この回はオプションでリニアスケールっていうのを取り付けることができて、いわゆるフルクローズドループ制御っていうんですよね。NC からは、例えばですけど、100ミリジャスト動きなさいっていう指令を出したけど、本当に100ミリジャストなのか、その指令に対して実際動いたのは、例えば 100.01 ミリだったとか、もしそういうことがあった時に、そのリニアスケールっていうのが 0.01 ミリちょっとずれたよっていうことを監視して、で、この NC の方にそれを伝えて、フィードバックしてですね。そうですね。本当にジャスト100になるようにっていう。なるほど。まあ、それによって高い位置決め精度、ひいては加工精度に直結するような、っていうことが、取り付けられますね。それが X 軸と Z 軸にオプションとして。そうなんですよね。ああ、なるほど。XZ に取り付けられます。わかりました。はい。なので、精度面でもかなり高いパフォーマンスを発揮してくれるんじゃないかなっていう機械ですね。あと先生、ここにちょっと見えてる、テールストックですか、これは。そうですね。
テールストックは、まずストロークとしては 500mm ありまして、で、このテールストックのいいところは、完全にサーボモーターで制御してるんですが、サーボで制御してるんですか？サーボ制御してるんですね。で、とにかく使いやすいようにってことを意識したんで、これはお客様が実際に、この今見えてるような長い部品を、ちょっとここで芯を押そうって、いう時に、プログラムを座標で、例えば Z300mm とかね、400mm とかって、そういうプログラムを入力するのではなく、もっと簡単にできるように、こちらの画面なんですけど、今、水力って書いてあるじゃないですか。しかもこの1スピンドル、1SP って。これが一番のスピンドルってことですね。そうですね。で、ここで今、1.0kN でワークを押してくださいね。そういう設定なんですよね。ここでじゃあ、もっと強く押したいだとか、弱く押したいっていうのは、これを、いじるだけなんですね。なるほど。今でもここで2スピンドルは 1.5 になってるし、なんで1スピンドルと2スピンドルで違う加工内容をするときには、やっぱり水力も違わなきゃいけないので、個別で設定できます。軸によって。そうですね。で、じゃあ例えば 1.0kN で押してくださいという指示だけしたら、あとはこのテールストックが前に進んで 1.0kN だっていうところでもうピタッと止まってくれます。なるほど。それでもうプログラムとしては完了です。座標をいくつっていうのは打つ必要がなくて、水力だけ打てば、あとは全部、この機械が全部判断してくれます。この水力が足したところが押してるところですね。ということですね。実際例えばワークの素材の段階でちょっとばらつきがあったりとか、加工してもばらつきが例えばあったとかっていう時があっても、座標でやってしまうと、どうしてもそこでズレが出ていく。そうすると過剰に押してしまったりとか、逆に押し足りなくて、せっかくテールストック使ってるのにビビってしまうとかあるかもしれないんですが、もう水力だったらもう確実なんですよね。ちょっとのばらつきであっても、もう必ず押してくれるっていうことが、コントロールできます。もちろんそのスピードだとか、早送りでどこまで行って最後残り何ミリをゆっくり押し込むためのっていうことも自在に設定できるんですよね。先ほど言ってた少しでもタイムを短くするという工夫ですね、それが。早送りも使ってワークの近くまで先端を持っていくと。で、そこから、やっぱりスピードが落ちるんですよね、水力のところっていうのはね。そうですね。で、そこで押したか押しないかっていうのを判断するというようなことですね。なので本当に使いやすい、とにかくビギナーでもすぐに使えるように。表と図で書いてありますので、非常に設定はしやすいですよね。じゃあ先生、1番、2番で設定が変えれるっていうのは理解できました。全然ワークが違うもの、そういう場合って、またこれを全部やらなきゃいけない。で、逆に元に戻すだとかっていう時、そういう場合ってなんか簡単にできたりするんですか？そうですね。この機械は99品番までプログラムを入れることができるんですね。今ここでこう見ていただいて、プログラム選択って言って2桁のスイッチがありますけど、ここで例えば01番とか17番とか、99番とか、そうやって打ち込むと99番の加工内容、そのパレットもそうですし、このテールストックもそうですし、あるいはロボットとかつける場合はそのロボットのプログラムとか、全部一斉に切り替わります。なので99品番までのワークに即対応できる。じゃあ先にセットアップさえしておけば、買われる方はこれを変えればいいってことですか？そうです。それだけですね。で、そのセットアップすら先ほど説明させていただいたように、水力をちょっと数字入れとけば、それでおしまいなんですよね。簡単にね。いちいちこうワークの長さが何ミリ違うから、じゃあ座標は何ミリ違って、そういうのは必要ないんですよね。じゃあそんだけ簡単にワークの変えることも容易にできるよと。もう超簡単。ありがとうございます。じゃあ先生、この画面なんですけど、なんかいろいろありますけど。ありますね、いろいろね。これちょっと教えていただけます。何があるんですか？今はこれテールストックの設定画面なんですよね。で、例えば隣に外ドアってありますけど、今ここに見えてる扉が、テーブルが180度回るときに、安全確保のためにこれが閉まったりするんですが、この扉もサーボで動きますので、だからこれも設定として何ミリの位置まで閉じるとか、あとそのやっぱスピードですね。っていうのをここで設定できます。で、他にも内側のドアとかね、これもワークの長さによって今こう見ていただいても分かるように、長いワークの時っていうのは扉はワークの長さのちょっと長いぐらいですね、ここぐらいまで扉が開けばいいんですよね。これが180度回る時の話ですね。そうですね。これぐらい短いと今度扉っていうのはこれぐらいまで開閉すればいいんですね。そういった 600mm ストロークがあるような機械だと、この扉も開閉のストロークが長ければ時間かか
かるし、ちょっとで済めば短いし。なるほど。こうチャックからの距離によって、このドラムを回すときに、たくさん開けてるとそんだけ時間がかかるからっていう話ですか？そうですね。ああ、なるほど。だから、長いワークはもちろんたくさん開けなきゃいけないけど、短いワークたくさん開ける必要ないでしょと。そういうこともできますよね。それの設定をここですぐできるという。これもサーボで。そういうような、それもやっぱり時間が短くなるという。そうですね。とにかく 0.1 秒ですら無駄にしない。もうついてるわけですね。そうですね。ああ、なるほど。あと他になんかこっちの。そうですね。今はいろいろ開閉させる機構のストロークだとかスピードの説明してましたけど、見ると生産っていうのがあって、これは1日の生産数の設定値とか、じゃあ現在何個削ったとか、目標まで何個は残ってるよとかっていうのが設定できるんですね。あとこの下にいいですか、これおっしゃって。いいですよ。今度はそのツールですね。刃物がたくさんついてますので、一つ一つの刃物の何個ぐらいで交換になるかっていう。タグの交換とかですね、これは。ですね。これが設定値がいくつあって、例えばその設定まで、あと残り何個になったよって言ったら、一旦こう予報として出してもらうとか。前予報もあって、残りが書いてあって。現在地ですね、ここが。現在地。で、前回交換したのは、例えば何日前の何時何分だったよとか、そういうことがここに日時が書いてあって、で、交換し終えたらこのリセットっていうボタンを押すと、またゼロからカウントが始まるっていう画面ですね。なるほど。簡単ですね。交換してこれを押すだけなんですね。次がこれが稼働率で、今日一日ずっと動かしてなかったんですすいません、停止になっちゃってるんですけど、普段こう生産してたらこの緑色のが何%の稼働率で何時間何分動いたよと、アラームで止まってたこの赤がどれぐらいだよとか、その他の1とか2っていうのはこれはもうお客さんごとでカスタマイズそうですね、どういう時間を管理したいかっていうのがあるんでできます。これすごいですね。これで管理されちゃいますね、これ。されちゃいますね。いいことだと思いますよ。目標ができていいってことですね。これ今日の稼働時間あるいは稼働率のデータなんですが、履歴も見れちゃったりするんですか？そうですね。履歴っていうのが1ヶ月分ぐらいこう見えたりとか、あとはサイクルタイムのちょっと情報が自動化させた場合なんかだったら、その加工自体では何秒かかってたか、ロボットでは今度何秒かかってたか、どちらか長い方がサイクルタイムになりますので、そういったことがここ直近10周でぐらいがどういう状態になってるかっていうのがここで確認できます。なるほど。じゃあプログラムを変えただとか、ちょっと早くした遅くしたっていう時はもうここを見ればすぐ分かっちゃったんですね。ストップウォッチを持ってこなくてもだとかっていうものはいらないと。例えばどっちが間に合ってないんだとか、なるほど。ロボットの方、加工なのか、そういうこともここで見ることができます。別々になってるんですね。サイクルタイム短縮をするには非常にここは役に立つというか、見ていただければ戦力になるというか、というようなトップページなんですね、これは。ありがとうございます。他に先生何かこの機械で特徴ってありますか？そうですね、お客様目線ということで言うと、手動機でも使いやすい機械だと思います。この手前側にやっぱチャックが出てて、ここで段取りできる。で、ここで段取りしてる間っていうのは、扉の内側では加工しててくれてるんですよね。ですので、イメージとしては、今ちょうどここでワークを一つ取り付けました。で、ボタンを押して、向こう側に移って、で、扉が閉まって加工が始まっててくれてるんですけど、で、その出てきた完成品ですね。それは外して、で、素材をここに取り付けておいて、で、また取り付け完了しましたっていう確認ボタンを押したら、そのオペレーターっていうのは、一旦どこかこう別の場所に行って、何らかの作業をしててもらっていいんですよね。で、機械っていうのは、当然、最初の方の工程のワークを加工しててくれて、それが終わった後も、そこで止まらずに、今ここで手前側の方の付けましたので、それの加工にまた入ってくれますので、ワーク2個分は、オペレーターの人は別にここについてて必要なくて、どっか別の作業をいけるというようなことですね。そうですね。それでも機械は休みませんから、だから手動機としても非常にこう効率性が高い使い方ができる。作業者の方が着脱をして行うというようなことなんですね。そうですね。手動機としてまずそもそもチャッキングがしやすい。で、加工も止まらずに動いててくれてる。2周分ちょっとほったらかしにできる。で、今度はお客さんは自動機として使う場合は、ガントリーローダーつけたりとか、この機械であれば、ロボットをこの床に置いたり、あとよくあるのは、ここにちょうどロボットを乗せるのにこうスペースがありますので、本当ですね。ここにロボット、今ロボット取り付ける穴がも
開いてますけど、ここにロボットをスパッと差し込んじゃって、ロボットのアームが届く範囲内にストッカーとかコンベアを配置させてあげれば、もうそれで自動化完成です。だから1個ですね、チャックが扉の外に出ててくれてるっていうのが、後になって自動化するって時もやりやすいですね。手動機としてお客様の工場に例えば納入したけど、5年経って10年経って人不足だし自動化したいなみたいな時に、ロボットただここにポン付けするとか、床に置くとかってやれば、もうそれで自動化が完成してしまう。あとアームが届く範囲内に必要なものを置いていただくというようなことで。普通だったらチャック1個外に露出してないですから、じゃあ扉が開いて、例えばロボットとかガントリーが入ってく、でも周辺のカバーに当たっちゃうかもしれないなとか、周辺のカバーの状態とかを 3D キャドで例えばこう検証してとか、干渉チェックしてとかってもういろいろ大変でめんどくさくなると思うんですよ。この機械であればもうそんなこと気にしなくて、そう、これが楽ちんですよね。本当に後から自動化するっていうのも非常に短時間でというか、手間もなくできちゃうというような。今自動化の説明して、でマニュアル機の説明して、もう一つ両方を兼ね備えたデュアルユースみたいな使い方ができるんですけど、これ何かっていうと、基本的にはロボットが自動化をする、脱着をするんですが、例えばもうすごい頻繁が多くて、全部が全部こう自動化すると逆にプログラムがめんどくさいとか、それ用のそのストッカーとかロボットのハンドとかをいちいち用意するのとかが確かに高くつくとかめんどくさいとか、で数が少ない頻繁でとか、数ヶ月に1回しか加工しないモデルとかねありますあります。こんなん逆に自動化するんじゃなくて、もう手動機でやってしまいたいわみたいなのがあると思うんですよね。この機械はそれにお答えできる。邪魔にならないから、ここにこう置いて、でロボットが動かないようにしとけば、なんだったらちょっと向こう側向かせておけば、マニュアルローディングしちゃって、数の少ない製品の場合は、そうですね、作業者の方がマニュアルで。で、数が多い時には、そのロボットをただ動かす。だからもう併用できるんですよね。なるほど。例えば、数が多いモデルは、休憩時間とか、あるいは夜勤とかね、そういう時にロボットに全部やらせておいて、で、オペレーターがちゃんと確保できる昼間だとかに、たまにしかないものとか、数が少ないものとかをここでマニュアル機として使うとか。で、デュアルユースっていうのが、この機械はしやすい。なるほど、そういうこと。そういうふうに作ってますね。ありがとうございます。先生、説明いろいろありがとうございました。いろいろ使い方がマニュアル運転だとか、自動運転だとか、デュアルの使い方だとかっていうのがよくわかりましたし、本当にいろいろな種類のワークに向けての設定だとか、正直難しいなだとか、めんどくさいなっていうのは正直思ってたんですけど、今説明を聞いて、本当に簡単で、すぐなんか段取り替えができるような感じが、あと本当に扉の開閉1秒 0. 何秒というのも削り落とそうとするこの努力というのが非常に理解しましたし、タイムイズマネーですから、本当にそれにコミットしてる機械、これに長けてる機械かなというようなことが非常に私自身腑に落ちたところがありましたので、本当に今日は説明ありがとうございます。ということで、ぜひ、この機械を使って、皆さん、大いに儲けていただきたいなと、工場を効率化していただきたいなと、思いますので、今日の動画では、時間の都合上、すべてのことを説明するというわけにもちょっといかなかったものですから、より詳しく説明をしたいとか、資料請求したいという方は、ぜひ、お問い合わせの方を遠慮なく気軽にしてください。概要欄の方にも問い合わせ先を貼っておきますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。